はい、始まりました。今日は楽しいデッキです今日はかなり新しめの本邦初公開ということで、まだやってる人いなそうでしたよね。それはそうでしょ何言ってる撮ってる時点ではまだ発売もされてないということで、はい、今日の弟者は奉納超越者オレリアになります、はい、今日は5-6択、でちょっとお安めの低予算で組めるようなデッキを考えてきました。まず能力説明させていただきます。ボロス5マナの 4/4 のクリーチャーで、飛行警戒速攻です。速攻もついてるんだねすごいですねオレリアですからねでプレイヤー1人が3体以上のクリーチャーで攻撃するたび、あなたはカードを1枚引く、このプレイヤーっていうのは誰でもよくて、大体のようと大体じゃないっていうねでプレイヤーが5体以上のクリーチャーで攻撃するたび、こいつは各対戦相手にそれぞれ3点ドレイン。強いじゃん。やばい知らなかった。いや今気づいたんかい。今気づいた。5体以上、いや5体以上とか普通にないんですよ。ないですけどね。いや、なるほどいいですね。なんか今日考えてきたやつの構想がかなり噛み合ってることに今気づいていいですよね。興奮しているという。興奮しましたね。でまずどんなコンセプトになるか説明していきたいんですが、まず一番重要になってくるキーのカード、このキーのカードを言うと今日のストーリーが全てわかります。大回戦になります、知ってる人はご存知だと思うんですが、4マナのエンチャントでして、全てのクリーチャーは攻撃しなきゃいけなくて、全てのクリーチャーはブロックしないといけません。大丈夫かみたいなで、嘘でしょっていうカードを中心に今日は組んでいきます。要は、強制コンバットのカードっていうのが何枚か本当に何枚かあるんですけど、例えば同じ赤で言いますとヘルカイトの戦争や、っていう6マナの55の飛行のドラゴンで、筆記能力を持ってるんですけど、普通に各戦闘で攻撃するという全員、で、あとその他にも肘の文子っていうカードがあるんですけども、4マナの3/2のクリーチャーでして、こいつは武士道 X を持ってます。で X は攻撃クリーチャーの数です。まずで、これがブロックに参加するかブロックされた状態になるたび XX 修正を受ける、要はみんなこいつが立ってる状態で誰か殴ってきたら、その攻撃クリーチャー分パンプされますよっていうことですかね。で、あなたの対戦相手がコントロールするクリーチャーは攻撃強制されますよということでいます。で、その他にもう1枚だけ、これカッコ強制コンバットみたいなカードが1枚アーティファクトでありまして、天使のトランペットというカードなんですが、3マナのアーティファクトでクリーチャーが攻撃に参加してもタップしない、要は疑似警戒みたいな形ですかね、になりまして、各プレイヤーのターンの終了時にそのプレイヤーがコントロールしているクリーチャーのうち攻撃に参加しなかった全てのアンタップ状態のクリーチャーをタップする。攻撃に参加しなかったらタップするんですよ。で、攻撃したら警戒と同じ扱いになると。で、タップされたクリーチャー1体につきそのプレイヤーに1点ダメージを与える、ということで反強制コンバットみたいなカードが一応ありますという。これいつも一緒にやってる方にちょっと教えていただいたんですが、こんなんありますっていう。で、強制コンバットをします。この4枚ぐらいしか強制コンバットはないんですが、引いてってたどり着くと思うんですけども、強制コンバットにしますと相手がこっちに殴りに来たら困るじゃないですか。さすがに3人でね、殴りに語られたらさすがに持ちこたえられない。そうですよね、なんで殴ってこないでくださいねっていうカードが何枚かあるんですよね、で、例えば赤ですと例えばカズールとかもいますし、例えば白になりますと風生まれの指針みたいなカードがあるんですけども、4マナの2/3飛行で、要はプロパガンダみたいに1体につき2マナ払わないと攻撃できないますんで、他のところにはいけるんですよね。なんでそれなりの枚数あります。そうですね。
であとその他にも狭い空間という無色のアーティファクトがありまして、各戦闘で2体までのクリーチャーしかあなたを攻撃できない。はい、あくまであなたをということになりますんで、はいはい、こっちには2体ぐらいしか殴っておきませんよ、はい、っていうので、一応噛み合いがいいかなと。そういうカードで強制コンバットをなんとかしてやめてくださいよっていうカードを入れてもいいと思うんですね。でそんな中で相性のいいカードが1枚ありまして、炎まといの猛士というカードになるんですが、白の4万43飛行であなたが2体以上のクリーチャーで攻撃するたびカードを1枚引く、はい、だからこっちが2体以上でいったら攻撃1枚引きますと。まずその時点で結構このデッキに相性が良くて、はい、であなたでないプレイヤー1人が2体以上のクリーチャーで攻撃するたびそれらのクリーチャーがあなたを攻撃していないなら、そのプレイヤーはカードを1枚引く、はい、一応こっちに殴ってこなければ1枚カード引けますよ。そうですねだからもう明らかにこちらの脅威度が一番高い状態でないのであれば、そうですよね、他のプレイヤーを殴る要因になるので、はい、勝手にこっちの攻撃が減るとなりますよね。ということになりますね。はい、今強制コンバットと殴ってこないでくださいよねっていう話をした中で何をしていくかって言いますと、はい、相手の場にクリーチャーを出すみたいなカードがあるんですね。そうですね、はい、楽しそうなこと言いましたよみたいなまず駆り立てられたドラゴンというカードがあるんですが、はい、赤5マナの66飛行速攻、結構強いですね。5マナの66飛行速攻、だってね、はい場に出た時対戦相手1人を対象としてそのプレイヤーは先制を持つ22の騎士を3体生成する、はい、やばいですね。これ面白いですよこれこの3体なのがいいですね。3体なのがいいですよね。でその他に相手の場にクリーチャーを出すカードでキエルドの配信者バーチャイルドっていうカードがあるんですけども、はい、こいつは3マナ33で、こいつがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびそのプレイヤーはその点数に等しい数の赤の11生存者クリーチャートークンを生成する、はい、ということでこいつが3点対戦相手にダメージ与えましたと、はい、でそうすると3体その人の場に出るってことですよね。そうですね、はい、で対戦相手がコントロールしているその生存者はブロックできないと、うん、でこっちは殴ってこれませんよと、うん、でこいつが場を離れた時に生存者全てのコントロールを得る、はい、帰ってくると生存者が一応帰ってくるというので相手の場にクリーチャーを出すカードということになりますかね。そうですね。でこれの元になったカードというのがあるみたいでして、はい、アライアンスのカードになるんですが、はい、バーチャイルドズ・ウォー・ライダーズっていうカードなんですが2マナの、クリーチャー2マナ34です、はい、でルイカアップキープを持ってまして、ルイカアップキープが対戦相手1人に11の生存者クリーチャートークンを1体生成する、はい、で1ターンごとにこれは増えていくんですよね。当然ルイカなんで、はい、でトランプルを持ってて、はい、ランページが一応1ついてるんですかね。ちょっと1回忘れましょう、はい、ということで1ターンに1体ずつ1ターンごとに選べますよね。選べますよ。なんでどんどん増えていくという、どんどん相手の場にクリーチャーが増えていく11がっていう、やばいですね、はい、でしかもさっき紹介したバーチャイルドが死亡するとその生存者は帰ってくるというみたい、そうなります、はい、であと場に出すカードで他にもちょっとカードを紹介したいんですけど、ウォーゲームズというカードがありまして、これはドクターフーですかね。白の4マのエンチャント英雄譚で、はい、こんなのあったんだなっていう、うん、第1章がまず各プレイヤーです、はい、それぞれ11の戦士クリーチャートークン3体をタップ状態で生成します。で完璧じゃん、はい、3体をタップ状態で出てきて、はい、で各プレイヤー全員なんで、はい、でこのウォーゲームズが戦場に残り続けている限りそれらのトークンは思想されます、はい、思想されます、はい、で自分は殴りに行かなきゃいけないですよ、もちろん。完璧だよ、はい、3体出てくる各プレイヤーだ、しかもタップインだと。なるほどしかも思想されているとよーすごい。で第2章と3章は同じなんですが、はい、各戦士クリーチャーの上にそれぞれ11カウンターを1個置きます。このトークンとは限らない。そうです。なぜか関係ない戦士もパンプされるから。パンプされます。あります。あります。はい。
で2章と3章が一緒なんで2回誘圧することになるんですかね。はい。で4章があなたがコントロールしているトークンでないクリーチャー1体を追放してもいいと。はい。そうした時に全ての選手を追放すると。なぜかナジーラは追放されるの。ああ、ナジーラ。ああ、なるほどなるほど。で一応出たトークンが最悪やばくなったら全部吹き飛ばすことが、できますよって最後に書いてあるという。そういうことですね。はい。でなんかついでに選手がパンプされてる場合もその選手を追放できますよと。確かにかなり噛み合いがいいですよね。このオレリアのために先にすられたカード、そうねでもう1枚相性のいいカードがありまして、これちょっと紹介させていただきたいんですけども、はい、映画城の放棄、はい、上川ですね、はい、ボロスの2マナ X のソーサリーで警戒を持つ白の22のサムライクリーチャートークンを X 体生成します、はい、2マナ X で22が X 体出てくるんだったら結構強い効果ですよね、でターン終了時までそれらは威迫と速攻を得ます、はい、ターン終了時まで威迫速攻、めちゃくちゃ強くないですか、書いてあること。そこまでだけだったらめっちゃ強いんだけどね。ただ各対戦相手は X から1を引いた数の警戒を持つ白の22のサムライクリーチャートークンを生成する、はい、ということで、はい、普通はこの下の効果のせいで使いにくいカードなんだけれども、はい、このデッキの場合はそれによってオレリアの効果が誘発するので、X ね3ぐらいで打つのがいいんじゃないかっていうことですよね。そうですね、はい、3ぐらいで打てば、でも4で打ってもいいかいいね。4で打つとだから3体ずつになる。だから4で打つのがちょうどいいぐらいになるかも。まあ3ぐらいで打っても結構いいですよね。1体出てますもんね。1体は出てますので、はい、3ぐらいで打ってこっちは3体で殴って誘圧しますからね。そうですね、はい、かなり噛み合いがいいんじゃないかというカードになります、はい、で今言った感じで聞いてもらえたと思うので分かってもらえると思うんですが、一言で言いますと殴り合いをしますはい、はい、クリーチャー出してこないところに関しても、はい、殴り合いをします無理やりクリーチャーを与えてはい殴り合いしようぜって言い出すっていう楽しいデッキです、はい、オレリアっぽいですよねでちょっとさっきの殴ってこないですよねぐらいじゃとてもちょっと処理しきれない盤面になる可能性ってあるじゃないですか。もうすんげえもういきなり化け物だらけみたいになったら困るんで、ね、一応それを補填するカードとしまして、はい、黎明をもたらすものライダー、5マナの55飛行先生反魂天使のロードです、はい、で天使反魂持ちます、はい、なんでオレリアも反魂を持つ、はい、この反魂のデカめのこのライダーみたいな悪山とかいるじゃないですか。反魂天使を何体か並べて最悪ブロックできるじゃないですか。殴ってきたらブロッカーとして優秀ですし、で強制コンバットになったとしても反魂でゲインしてるんだよ自分だけ。だかなり両方噛み合いがいいんじゃないかなという形になりますかね。はい、あとはまあ殴ってこられない方法としましては礼儀妨害とか類兵器カードの挑発みたいなカードで、そうですね、全体出動していくのもかなり解消がいいカードということになります。でまあみんな殴り合いしてるんでデスキスとか極悪の2人組っていうカードが、まあ、ちょっと割愛させていただくんですが、かなり相性がいいんで、はい、入れてくださいという。相手だけ倍になるっていうでフィニッシュカードの話になるんですが、まあ、これもほぼ割愛のフィニッシュカードなんですが、まずボードを、はい、まあ、これは決まります、はい、で壮大な決戦、はい、これもまず決まります、はいまあ割愛しますここは、はい、であと赤白でこのフィニッシュカードとしていいなと思ったカードが1枚ありまして、はい、黄金矢の刃ギセラ、はい、これがね、ついに使う時が来たのかと、暴力の権限が、はい、暴力の権限7マナの55飛行先生でいずれかの発生源がいずれかの対戦相手または対戦相手がコントロールするパーマネントにダメージを与える場合、代わりにその発生源はそのプレイヤーやパーマネントにその点数の2倍のダメージを与える、はい、でそれがもし僕に与えるなら半分ですよ。そうですね、めっちゃ相性いいですよね。対戦相手同士で勝手に殴り合う分も倍なのでやばいやばいやばいこっちは半分だし、はい、まあスロットが埋まらなかったら思想系のカードとか入れてもいいんじゃないかなと思いますかね、はい、でまあ紹介できなかった
面白カードを2枚だけ紹介させていただきたいんですが、まず思想のカードで1枚いいカードが追加されてまして、ドクターフーで、鳴り響くドラムというカードになるんですが、あれですよね。皆さん秒速で買いましたね。もう秒速で買いましたこれこんなに素晴らしいカードがあるんだと3マナのエンチャントオーラでして、まずエンチャントされているクリーチャーは思想されます、もうそれだけで買いましたでそのエンチャントされているクリーチャーが戦闘ダメージを与える場合は2倍の点数になると、やばくないですか。それやばいこと書いてあって、3マナで墓地から手札に戻せるとやばいですよこれ。仮にオーラがエンチャントされてるクリーチャーがお亡くなりになったとしても、マナさえあれば別のやつにつけれますよと。やばいっすね。しかもこれなんか先日当たった方が自分のクリーチャーに貼ってました2倍になるから2倍になるからなるほどねっていう使い方もできるんで、かなりいいと思います。で、あと面白カードもう1枚だけ紹介させていただきたいんですが、手だれの戦術というカードになるんですけども、ちょっと混成マナの4マナのボロスのカードなんですが、インスタントです、でこの呪文は攻撃クリーチャーが指定される前にのみ唱えられます。だからよくわからないタイミングで攻撃する前にちょっといいですかって言ってでこのターンどのクリーチャーが攻撃するか私が選びます、でどのクリーチャーがどうブロックするか私が選びます、やばいですよこれ今の話だとこれ被害甚大なんだよな。やばいですよね。強制コンバットもなんかいきなりこれと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 これでって言い出すんですよ。これかなり相性がいいんで楽しそうですよね。まあそんな感じでこのデッキは一応低予算でやれそうだと思うんですけども、いかがだったですかね。結構ね、楽しそうな感じがするんだけど、ボロス初デッキ組むかもしれません、組むと思います多分。でまあ一応このデッキに入りそうなカードこんなんありますよっていうのがありましたらコメントいただければと思いますんで、あとチャンネル登録なんとかお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。